キッズたちの恋愛観が丸裸に。ヒョンジンさん実は愛が重い。キッズたちの恋愛観を覗き見しちゃいましょう。ヒョンジンといえばその整ったお顔と独特な雰囲気。ダンス見てみてもセクシーなラインで危ない男感を漂わせています。ヒョンジンを見ると魅惑的な魅力には抗えないけど、実際に知り合いにいたらこういう男性を好きになってはいけないって思います。危ない男感が沼。しかしそんな印象とは反対に実はとっても誠実で一途、いやむしろ愛が重いと言われる場面もあるらしく、その一つとしてソコンイェズのエピソードがあり、以前ヒョンジンがベルサーチ銀座を訪問した際、持っていたハンディファンに注目が集まりました。ヒョンジンのハンディファンに何やらシールのようなものがついていたのですが、よく見るとそれが愛縁のステッカーだったのです。これには思わずステイざわざわ。こんな幸せなことある。ステイの反応は、ヒョンジンさんが持ってるハンディファンに愛縁さんのシール貼ってない。どこまでも愛縁さん強火点で大好き。ソコンイェズ、ナチュラル所持してるの愛。ヒョンジンはどこに行くにもジョンインを持ち歩きます。愛縁を連れて歩いているのかわいい。このハンディファンがスタッフが用意したものなのか、ヒョンジンの愛用品なのかはわからないそうなのですが、ヒョンジンは個人のスケジュールでも最愛のマンネを近くに感じています。また家族愛が深いことがわかるシーンも、韓国で活躍するスターたちが子育てに奮闘する姿に密着した大人気バラエティ、スーパーマンが帰ってきたにフィリックス、ヒョンジン、愛縁の3人が出演した際、3人は生後8ヶ月のローンくんの子守りに挑戦したのですが、子育ての大変さを知ったヒョンジンは、親にメッセージを送る。お母さんありがとう。僕もこんな感じだったよね。簡単なことではないと思います。育ててくれてありがとう。大好きです。とメッセージを残しました。ヒョンジンさんとってもいい子。ちなみにおもりの時、フィリックスが持ち前の低音ボイスで赤ちゃんを泣かせてしまった時のエピソードも可愛い面白すぎるので、こちらもチェックしてみてください。そんな愛情深い男、ヒョンジンの恋愛観が明らかに。キッズたちの恋愛観がわかるエピソードなので、ぜひ最後までお楽しみください。そのシーンが見れたのはストレイキッズのバラエティ番組、スキズコードでのワンシーン。K-POP アイドルたちもみんな大好きバーベキューを堪能したメンバーたちは、スキズ歌詞討論を開催しました。今回のテーマは2曲の歌詞を見て、歌う時に感情移入できない、より悪い男はどっちという内容で A と B の2曲の歌詞を読み比べました。皆さんもどっちの歌詞の男性が悪い男だと感じるか一緒に考えてみてください。まず A の歌詞は、実は君と付き合っていた間、他の人も目に入ったのが僕の罪。何かあったのかと聞いてくる君の声を聞いたとき、首を振って気にしないでと言っていた僕なのに、その話を吐き出した僕がもっと気になるのはなぜ。 B の歌詞は、僕に構うな。思い出の中ここからもう出て行ってくれ。そう君も残さず捨ててすべて、二度と後悔しないようにとりあえず焦げる気持ちを少し落ち着かせて、そうすべて消してみよう。これでいいかと怒っても、君もすべて消すつもりだろう。どうして白を切って涙ぐむんだ。私は B の方が無責任に冷たく突き放される感じがして、悪い男だなぁと感じました。ではキッズたちの回答を見てみましょう。歌詞を読み上げる鳥のはすかさず、A はおかしな人じゃない。チャンビンは、B は見えてもすでに別れることを決めてたんだ。お互いの未練を早くなくしてお互い頭を冷やそう。忘れようという感じで、と B はそれほど悪い男じゃないと主張。チャンビンの意見にリノも、B は悪い男ではないと思うよ。A はああいう状況を経験したことがないから共感できない。と徹底的に A を否定。しかし A には共感できるというチャンビンにメンバーから攻撃。リノは、君と付き合っていた間、他の人も目に入ったのが僕の罪という部分にも共感できるんですか。そういう経験があるんですかと問い詰めるとファンが、他のファンクラブが目に入ったんですか。まさかの例え。
アイドル同士が恋愛に関する暴き合いに多少ヒヤヒヤしましたが、ハン君の言葉が好きすぎる。そうだよね。ステイ以外に他のファンクラブに目がいってしまったかという話だよね。ハンの鋭い言葉にチャンビンは大声で、僕の目にはステイしかいません。違うファンクラブは目に入りません。僕を見ていてくれる人たちでもないのに。好き。ステイはまっすぐキッズを見ているよ。議論が変な方向に行くなかりのが話題を修正。エイも考えてみたら悪い男ではないよ。気にしないでって言ったのに、その後気になるって言ってるでしょ。リーダーのバンちゃんは、エイは本人も自分がああしたらダメだということを認めて終わらせようという状況だよ。と冷静に説明、ありがとう。するとアイエンは、じゃあどちらの歌詞もすごく悲しい。いい子。感情移入する家長かわいい。状況も整理されて議論は最終段階へ。チャンビンは、悪い男を選ぶとしたらエイだと思います。エイはああいう自分の悪い過ちを認められない状況でもあまりに落ち着いている。でも B はとりあえずどもっている。B の方が心の中が純粋なんだ。フィリックスは、単純に考えると A の方が確実に悪い。A はプロだよ。ハンは、A は一番最後にもっと気になってるから、自分もある程度罪悪感を感じてるんじゃないですか。B は罪悪感を感じてなさそうだよ。しかしアイエンは、B の方が悪いと思うよ。まだその人の状況も聞かずに、これでいいかと怒っても君も全て消すつもりだろう。どうして白を切って涙ぐむんだって先に怒ってるでしょ。なんで思い出を強制的に消せるのかがわからない。僕は本当に理解できない。心の中は幼いんだと思う。アイエン、私もあなたに同感だよ。運命の投票では、アイエン以外が A の歌詞の男の方が悪い男だと選択し、結果は A の歌詞が感情移入できない悪い男だという結論に。そんな中ずっとじっくり歌詞を眺めていたヒョンジンが議論に参戦。A は浮気したんだよ。B は情をなくすために努力しているから無理に冷たくしている気がする。僕は絶対に A だね。浮気するなんておかしいよ。と不満を爆発。バンちゃんの気持ちが揺れたということだよ。という言葉にヒョンジンさん。ありえないよ。と炎上。アイエンは目に入ったことだけで浮気と考えるには無理があると主張し、議論は浮気の基準は何かという話題に。浮気の基準についてアイエンは、一人の人と付き合っているのに違う人と会うこと、好き。するとヒョンジンは、浮気をすることはもちろん気持ちが揺れることすら許せない。とヒョンジン流の愛の価値観を力説。堅くなに目移りしたエイは悪い男だと表明する姿に、ステイは、ヒョンジンは目移りしただけでも許しません。ヒョンジンは愛が重いね。正真正銘の一途だ。いかがでしたでしょうか。キッズたちの恋愛観が知れる面白いエピソードでしたね。純粋なキッズたち。最終的には悪い男はどちら議論に頭を悩ませて疲れてしまったようで、スタッフやステイに意見を求め、ステイのリアルタイム投票では A、スタッフの意見は B と意見が割れ、ついにはやけくそになりリノは、A は悪い男で、B は腹黒い。ヒョンジンは、この2人が付き合えばいいよ、という斜め上の意見にメンバーも、それがいい、お願いだよ、と爆笑を呼びました。一つ分かったことはキッズたちがとってもいい子で一途だということ。ステイはキッズたちにまっすぐ愛されていることでしょう。そんなキッズたちを推し学でも愛していきたいと思います。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。